各勢力がまとうもの。聖イント聖夜には、数多くの勢力、人物が存在する。彼らが各々の思惑で戦い、守り続けていく。そんな歴史が続いている、それは今でも。戦う彼らがまとうものは多くのバリエーションが存在する。今回は各勢力の立ち位置、状況と、彼らがまとうものについて解説していく。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサです。今回は聖イント聖夜の世界を語る上で重要なアイテム。各勢力がまとうものについて解説していくぞ。まとうものって簡単に言うとクロスについてってことだよね。ああ、アテナ軍として考えればそうなるな。ポセイドン軍であればマリーナがまとうスケールであったり、ハーデス軍であればスペクターのサープリスがそれに当たるな。そう考えると種類がたくさんあるよね。まあな、それをこの動画では一覧というか、比較してどういったものであるかを理解する助けになればいい。なるほどね、確かに一度整理してみるのもいいかもね。早速だが解説に移るぞ。よろしくね。聖イント。まずは、聖イント聖夜シリーズの中核をなす存在で、クロスをまとい戦う戦士、聖イント。女神アテナ軍に属する存在で、聖イントは、階級により大きく3つに分けられる。ブロンズ聖イント、ブロンズクロス。ブロンズクロスを身にまとう、最下級の戦士でその総勢は48人。聖イントでは、最下級の戦士だと言われているが、多くの奇跡を起こす稀有な存在だ。ブロンズ聖イントって、全部で48人もいるんだ。どっかの、アイドルグループみたいだね。そう言われると、そう感じる部分があるがもちろんこっちが先だからな。聖イント聖夜は、ブロンズ聖イントのペガサスの聖夜、ドラゴンの支流、キグナスの氷河、アンドロメダ星座の旬。フェニックスの一騎が、成長しながら、女神を守り、成長していく物語と言っても過言ではないんだぞ。他の、ブロンズ聖イントってどんな人がいたっけ？ユニコーンのジャブ、ライオネットのバン、ウルフのナチ、ベアーの劇、ヒドラの一なんかもいるぞ。ジュネ以外は、ギャラクシアンウォーズに出てきた人たちね。彼らは、ギャラクシアンウォーズで敗れた、自分たちの非力さを自覚して、各自のかつての修行地で再修行を受けたんだ。その後、サンクチュアリ12級編では、傷ついた女神を守っているし、ハーデス軍との戦いでも再登場して女神を支えていたんだぞ。他のブロンズセイントが、強すぎるから目立たないけど、この人たちもブロンズセイントとしては頑張っているよね。その通りだ。そもそも、ブロンズセイントは、基本的にはシルバーセイントの補助が任務なんだぜ。実力的には、ブロンズセイントの打撃速度は、マッハ1程度で、相手との距離を3から4メートルにした場合、1秒間に100発の拳を放つことができる程度なんだ。ブロンズセイントですらかなりのレベルだよね。他の漫画だったらラスボスでもいいくらいの。まあな、当初から設定が少し盛りすぎのような気がするが、そこは置いておこう。そんな彼らがまとうのがブロンズクロスだ。最下級のクロスであるにもかかわらず、フェニックスの自己修復能力のように黄金クロスにもない特別な能力や、アンドロメダ星座のネビュラチェーンのような特殊な装備品もあるんだぞ。確かにそうね。上位のクロスであるゴールドクロスってどれも強いけど、あまり特殊な印象がないわ。ブロンズクロスの特徴は、セイントの補助をするというブロンズセイントの位置づけに起因しているんだ。ブロンズクロスの中には、ロザンの滝やシベリアの永久氷壁といった、大自然に磨かれたなどの希少価値の高いクロスも存在しているぞ。ブロンズクロスには、クロスとしての格は低いかもしれないけど、いろんな特徴があるんだね。そうだな。セイントの戦いは、コスモによって決まると言ってもいいからな。クロスの種類は、あくまでセイントの強さを示す目安に過ぎない。クロスで全部が決まるなら、ブロンズセイントの聖夜たちが、ゴールドセイントを倒すなんてありえないもんね。そういうことだな。シルバーセイント、シルバークロス。シルバークロスを身にまとう、基本的体術を取得した中級戦士。その総勢は24人である。シルバーセイントの数は、ブロンズセイントの半分なんだね。覚えやすいね。ゴールドセイントはその半分だしさ。サンクチュアリ12級を守護して、離れることができないゴールドセイントに代わって、サンクチュアリ外での実戦を行うのが、シルバーセイントの位置づけだな。確かにね。シルバーセイントは、サンクチュアリ以外で女神やブロンズセイントを攻撃してきていたよね。セイントの掟に背いたとして、リザドのミスティ、ケンタウルス星座のバベル、ホエールのモーゼス、ハウンドのアステリオンなんかが、聖夜たちを狙って物語序盤で攻め込んできたよな。確か、イーグルのマリンも一緒に来ていたよね。イーグルのマリンやオピュクス座のシャイナも、忘れがちだけどシルバーセイントだからな。女セイントで、シルバーセイントなんてすごいよね。シャイナは、カシオスの恨みなのか、聖夜を執拗に狙ってきていたわ。まあ、
そういったものもあるな。クローのジャミアンや、ケルベロスのダンテ、アウリガのカペラ、ペルセウス座のアルゴルなんかと一緒に来日したんだよな。アルゴルって、メドゥサの盾を使ってシリュウと戦ったシルバーセイントでしょ？かなり強かったよね。一期からもその実力は認められていたよな。シリュウとの戦いは、ファンの間でも人気があるバトルなんだぞ。シルバーセイントって、ブロンズセイントより実力は上でかなり強いでいいんだよね？そうだな。シルバーセイントの打撃速度は、マッハ2から5程度だから、格が違うな。それってどのくらいすごいの？ブロンズセイントが、シルバーセイントを倒すなんて、ありえない出来事だな。あくまで聖夜たちが特別なだけなんだぞ。普通は起こらない出来事だ。主人公だから特別ってことね。メタ的なことを言うとそうなるがな。そんなシルバーセイントがまとうのがシルバークロス。白銀の輝きを持つ防具で、装備は青銅クロスよりも重装備だが、ゴールドクロスほどではなく、その中間程度なんだぞ。そうなんだね。ブロンズクロスは、色々な色があるけど、シルバークロスは、全部シルバーなんだよね。なんか忘れがちな設定だわ。ゴールドクロスは、金色のイメージがあってインパクトがあって色を忘れることなんてないな。ちなみに、シルバークロスには、一部を除き特別な能力はないぞ。なんでなの？シルバーセイントは、完成されたセイントだからそんなものは必要がないって設定らしいぜ。完成、ね。ゴールドセイント、ゴールドクロス。ギリシャに存在するサンクチュアリにおいて、アテナ神殿へ至る唯一の道である神殿。12級を守護する12人の最上級のセイント、それがゴールドセイントだ。全員がセブンセンシズに目覚めているんだよね。そうだな。ゴールドセイント同士の戦闘が始まると実力が拮抗しているため、ワンサウザンドボーズと呼ばれる膠着状態に陥るか、双方消滅するかのどちらかになると言われているんだぞ。本当にそうなのかな？シャカとデスマスクが戦ったら一瞬で決着つきそうだけどね。どのセイントが一番強いかって話になると必ずゴールドセイントが出てくるよな。確かにゴールドセイントの中にも優劣はあるんだろうけど、どのゴールドセイントも強いのは間違いないぞ。確かに、みんな強いのは間違いないよね。どの次元、どの時代でも、ゴールドセイントは絶対的な存在だわ。その通りだ。ゴールドセイントが繰り出すマッハの拳は、マッハ90万弱で、他のセイントたちとはレベルが違うしな。ブロンズセイントが、マッハ1でシルバーセイントがマッハ2から5程度なんだから、桁外れだよね。全員がセブンセンシズに目覚めた上に、ゴールドクロスをまとっているからな。普通なら、ブロンズセイントがゴールドセイントに勝つなんて絶対にありえないんだぞ。確かに自動車と人間が競争するようなものだね。いや、そんな次元の話じゃないがな。ともかく聖夜たちがいかに異常な強さだってのがわかるよね。ゴールドセイントは、行動中に星座をモチーフにしたゴールドクロスも着ているよね。かなり重厚感があって重そうな感じがするけど、ゴールドクロスは、クロスの中でも最上級に位置し、地上最強を謳われているからな。下位のクロスと違って上腕太ももをも覆うほどの重装備で、羽や角などの装飾が特徴なんだ。そう言われると、みんなそんな感じだわ。さらにゴールドクロスには、過去のセイントの記憶が蓄積されていると言われているんだ。どういうこと？キャンサーのデスマスクのあまりの非動さにクロス自体が強制的に装着解除したよな。ジェミニのサガの悪人格が行った悪事にジェミニのマスクの前の表情の部分が、泣き出したりもしていただろ。そんなシーンあったよね。サジタリアスのゴールドクロスも、よく聖夜たちを助けてくれていたしね。これらはクロスの石とも呼ばれているんだ。クロスが石を持つというのが偉大なクロスであることを示しているな。さすが、ゴールドクロスだね。次はそれを超えたクロスだぞ。ゴッドクロス。ブロンズシルバーゴールドの全てを超えたクロス。選ばれた神々の鎧カムイに限りなく近づいたクロスだと言われている。金色に輝くあのクロスのことね。原作では、ゴールドクロスと見まごう美しい金色のクロスだったが、OVA 化の際には、元のブロンズクロスの色をベースとして白く輝く神秘的な色合いのクロスに変更されていたんだぞ。原作とアニメで違うんだね。確かに、どう表現したらいいか困るけど神々しい感じの色合いにまとまっているよね。女神アテナの血を受けたクロスが、装着したセイントの極限にまで高めたコスモによって変化した究極形態が、ゴッドクロスなんだ。見た目は、ゴールドクロス以上に装飾が多いフルアーマーで、その背には羽がついているんだぞ。物語の終盤に出てきたから、ちょっと不明な部分が多いよね。そういう人も多いかもしれないな。スピンオフでも、クロスの設定が凄すぎて、扱いに困っていた印象があるぞ。最強のクロスという位置づけなのは間違いないんだろうけどね。
ちなみにだが、このゴッドクロスは高級的な形態ではないぞ。ゴッドクロスは幻の形であり、役目を終えたゴッドクロスはクロスボックスの中で元の階級に戻るとされている。安易に出すとパワーバランスが崩れそうだしね。本当にピンチの時だけ出現する方が盛り上がるよね。それは言えているな。ブラックセイント、ブラッククロス。ここからは敵対勢力について解説していくぞ。セイントセイヤに登場する敵キャラのまとうものについてだね。まずは、正義であるべきセイントの力を、私利私欲のために使う悪の集団。黒い防具ブラッククロスを身にまとう。物語の最初の方に、一騎と一緒に出てきた奴らでしょ？そうだな。彼らは、太平洋上に浮かぶフェニックス諸島デスクイーン島を本拠地としている。ブラッククロスっていう名前を想像するとかなり強そうなイメージはあるよね。あんまり強いって印象ないけど、どんな人物たちだっけ？セイントの力を表面だけ体得していて、称号を与えられなかった者や、掟に反した振る舞いによってセイントの称号を剥奪された奴らと言われているが、原作でも多くは触れられていないため、真偽は不明なんだ。あっという間にやられちゃったから、設定もそんなに決まっていなかったんだろうね。そうかもな。まとっているブラッククロスもどんなものかは、詳しく書かれてはいないんだが、形状は、ブロンズクロスやシルバークロスの色違いで、現在のところ、ゴールドクロスのブラッククロスは確認されていないな。その他クロスの強度についてもオリジナルと同等だと言われている。ネーミング的には強そうな要素がありそうだから、もしかしたらブラッシュアップしていつかまた登場することがあったら面白そうなのにね。マリーナ、スケール。海王ポセイドンを守る海の闘士。海王が創造したとされる生物を模した防具スケールをまとい、その生物の名を称号としている。ポセイドン編に出てきた敵のことね。この人たちって、どのくらいの強さなの？マリーナには、たくさんの増量がいるが、彼らの戦力は、ブロンズセイントと互角と言われているんだ。最上級と言われる、マリーナ7将軍に関しては、ゴールドセイント星に匹敵する強さという設定なんだぜ。彼らを率いているのが、ポセイドンなんだよね。そうだな。ポセイドンは、神話の時代から女神と聖戦を繰り広げていたんだ。それが、カノンによって封印を解かれて、現代に蘇った。なんか、ポセイドン軍ってあんまり強さを感じないんだよね。設定では、7将軍はゴールドセインと同等か、それをしのぐ実力の持ち主なんだが、着ているスケールがすぐぶっ壊れる印象があるせいか、あんまり印象が良くない原因かもしれないな。スケールって、全然、耐久性がないんじゃないの？そんなことはないぞ。コードもゴールドクロスに匹敵すると、作中でしっかり語られていたんだ。ただ、その割には、壊れまくっていたけどな。これは聖夜たちが、強くなりすぎていたってことかな？そういうことにしとこう。スペクター、サープリス。冥王ハーデスを守る108人の闘士。魔獣、悪霊、精霊、動物の姿をした鎧サープリスをまとう。ハーデスは、冥界と死者を司る神でしょ。この人たちは、死んでいるの？冥界の戦士であるが、死人ではないんだぜ。生きた人間に魔性が宿命づけられた者たちであるため、現世においても活動可能なんだ。あれ、ゴールドセイントで死んでいる人もいなかった？ハーデス軍世紀のスペクターの他にも、死したセイントなどの人間にハーデスが仮初めの命と肉体を与える場合もあるんだ。そういうことね。この方法で復活した人間は、定められた時間が過ぎるか、日の光を浴びると塵となって消え失せてしまうっていう設定なんだ。もはや、何でもありね。アテナとハーデスは、過去に幾度も聖戦を繰り広げているんだ。これはスピンオフにある。セイントセイヤ、ザ・ロストキャンバス冥王神話でも聖戦の全貌が語られているな。この時代では本編では多くを語られなかったアリエスのシオンやライブラの同子が活躍した作品だね。アテナが現代に降臨したのも、聖夜たちセイントがこの時代に生を受けたのも、ハーデスと戦うためであり、いわばハーデスこそがこの時代のアテナ軍が撃つべき真の敵なんだぜ。ハードルが上がりすぎて、今までの激闘は何だったってなるよね。まさにそうなんだ。多くの犠牲を払ったサガの乱や海王ポセイドンの覚醒すら、些細なアクシデントに過ぎなかったと表現されるほどなんだぜ。それほどハーデスは、異次元の存在ってことね。何せハーデス軍には、神々の楽園エリシオンに潜むジュプノス、タナトスの双子の兄弟がいるからな。実質的なハーデス軍の構成は、ハーデスと彼らのみであり、わずか3人のみの戦力で、1軍にも匹敵するんだぜ。あれほど強いって言われた冥界三巨頭も型なしね。さすがにちょっとインフレしすぎかもな。そんな、ハーデス軍のスペクターがまとうのが、サープリスだ。なんか黒っぽいやつね。
そうだ。冥界の宝石のように黒く光り輝く鎧だとされているぞ。魔性によって選ばれた者が、サープリスを装着できるんだが、サープリスは、装着者の肉体を作り変えてしまうため、スペクターに特別な修行や資質は不要なんだ。もはや、まとうための資格すらないってことね。そうだな。スペクターは、サープリスを動かすための触媒に過ぎず、たとえ装着者が死亡しても、再び魔性に見出された者にサープリスを与えれば、いくらでも補充が可能だ。いかにも敵役側の設定って感じがするし、ある意味、いい味があっていいね。エンジェル、グローリー。オリンポス12神の月の女神アルテミスが、神に抗った聖夜の抹殺のため、送り込んだのがエンジェルだ。彼らは展開編で登場し、グローリーと呼ばれる鎧を装着する。展開編ってなんか微妙な扱いだよね。大人の事情があって原作ではなく、アニメが先行されたな。展開編におけるエンジェルは、イカロスとウマ、テセウス、オデュッセウスの3人だ。どのくらいの強さなの？その実力は凄まじく高く、コスモ8センシズまで高めることができるようになり、ゴールドセイントや冥界三巨頭クラスの敵とも渡り合えるようになったブロンズセイントも圧倒するほどだ。8センシズっていうゴールドセイントでも釈迦くらいしか到達できないものを得得するのが凄すぎるよね。まあな、インフレ感が否めない部分もあるが。というか聖夜はハーデスの呪いで、やられていたんだよね。途中で復活したな。もともと漫画でやる予定だったのを劇場版にしたことで、なんとも言えない中身になってしまい、グローリーの解説もあまりなかったんだぞ。ということはグローリーについては未知の存在ってこと？ああ、現状よくわかっていないのが正直なところだ。ゴッドゴリアー、ゴッドローブ。ここからはアニメオリジナルやスピンオフの勢力とそれをまとっていたものを説明するぞ。原作までのつなぎの部分はあったかもしれないけど、アニメオリジナルもなかなか出来は良かったよね。最初は北欧アスガルドで死神オーディンに使える闘士、ゴッドローブと呼ばれる鎧についての解説だ。ヒルダっていう女性の部下だっけ？そうだ。ヒルダは、海王ポセイドンによって、黄金の指輪にイベルゲンリングをはめられて、悪の心が目覚めたんだ。そのヒルダが、アスガルドに伝わる伝説の7人のゴッドゴリアーを蘇らせたんだぞ。確かポセイドン編までつなぎだからポセイドンが絡んでいるわけだね。彼らはどんな感じだっけ？強さは、ゴールドセイントに匹敵するって設定だったけどな。作中を見る限りなんとも言えないのが正直なところだ。唯一間違いないのは、全員が美男子ってことだな。そう言われるとそうだね。車田正美特有の、見た目が、明らかに雑魚キャラってのが、いなかったね。そのゴッドゴリアーがまとうのがゴッドローブってわけね。ゴッドローブは、北欧神話に登場する幻獣や怪物、氷河期の生物を模して作られているんだ。影のゴッドゴリアーである、ゼータ星アルゴルを除いて、全員がオーディンサファイアと呼ばれる宝石を持っていたんだぞ。聖夜たちは、それを集めて、アテナを救おうとしていたんだよね。ヒルダが正気を失ってしまい、北極の氷が溶けてしまう危機にあったからな。結果的には、ゴッドゴリアーの多くが犠牲になってしまったが、ヒルダは正気を取り戻し、アスガルドに再び平和が訪れたんだ。一応そこでハッピーな感じにはなったわけだね。ちなみにセイントセイヤ、ソウルオブゴールドでも彼らが登場する。本シリーズの設定だが少し異なり、ゴッドゴリアーでなく、神聖ゴッドゴリアーとしてゴールドセイントたちに立ちふさがる強敵として描かれている。この作品では確かにゴールドセイントと同等、それ以上の実力があったよね。だな、ゴールドクロスでは叶わず、ゴッドクロスによって彼らを打ち破ることができたな。北アン神族、ソーマ。かつて大神ゼウスによって封印されし神々。第一母神ガイアより授かった、漆黒の神部ソーマを身にまとう。この人たちは、セイントセイヤの何のシリーズに出てきたの？セイントセイヤエピソード G に登場した、クロノスが率いる神々の軍団のことだ。クロノスって、どんな人なの？北アン神族の王だな。ゼウス、ポセイドン、ハーデスの父のことで、かつてゼウスが率いるオリンポスの神々に敗れ、肉体を封印されていた神なんだ。そうなんだね。この人たちの目的は、何なのかしら？クロノスの復活と、クロノスのソーマメガドレパノンの奪還。そして神々の戦を再現し、それに勝利するのが、この神々の目的だな。そしてクロノスをはじめ、多くの神が、ゴールドクロスをはるかに凌駕するソーマをまとっているんだぞ。ソーマってのは、そんなにすごいんだ？主材料は、オリハルコンなんだが、その純度は、ゴールドクロスをはるかにしのぐんだ。劇中で、アイオリアの全力のライトニングボルトがクリーンヒットしたのに、逆にアイオリアのゴールドクロスがズタズタになってしまったほどなんだぞ。
やばいね。しかも、神々ってくらいだから相当強いんでしょ？コスモを超える太古のエスカトス・デュナミスを身につけており、セイントセイヤシリーズでも最強の軍団なんだぜ。インフレがすごい。ギガス・アダマース。邪神ジュポンを報じる巨人族ギガスが身にまとうのがアダマースだ。こんな人たち、聞いたこともないわ。セイントセイヤのスピンオフ小説セイントセイヤギガントマキアに登場しているんだ。セイントセイヤギガントマキアには、現代に蘇った巨人族ギガスと、アテナのセイントたちとの戦いが描かれているんだぜ。セイントって、誰が戦っているのかしら？主人公はオリジナルキャラクターのメイと、セイヤたち5人のブロンズセイントだな。そして、相手のギガスが着ているのがアダマースってわけだ。どんな感じの見た目なのかしら？アダマースの名称については、小説内で記述されていないんだ。ただ、各アダマースについては、宝石を用いて描写していることから、それがアダマースの名称であると言えなくもないんだぞ。さすがに、小説だとあまりイメージできないよね。そうだ。さすがに厳しいよな。パラサイト、クロノテクター。アニメセイントセイヤオメガに登場する、女神パラスに使える戦士集団がパラサイトだ。そして彼らが、身にまとっているのがクロノテクターなんだぞ。パラサイトは何をするための集団なのかしら？パラスのアテナに会いたいという願いを叶えるために、障害となるセイントの殲滅を目論んでいるのが彼らだな。一般人やセイントらを人間と称して見下しているのが特徴なんだぞ。この人たちはどういう存在なの？海王ポセイドン率いるマリーナや冥王ハーデス率いるスペクターはもともと人間であったが、彼らが人間かどうかはベールに包まれているんだぞ。ただ、劇中では何かと人間ではないと思わせるような言動はしているな。何それ宇宙人か何かなのかな？だいぶ、ややこしい存在だね。そうだな。だが、彼らはセイントと同様に階級分けされており、上位のものから1級、2級、3級、4級もしくは増量と呼称されている上に、ほとんどのクロノテクターには、胸の部分に数字が刻まれているため、階級の判断がしやすいのが特徴だ。当然上位の方が強いってことね。そうだな。彼らは、セイントと異なり武器の使用は禁じられておらず、各自の武器名を自らの名乗りとして使っているんだ。セイントで武器を使えるのは、ライブラだけだもんね。なんだか、ずるいね。それはどうかな。武器はクロノテクターとは別にそれぞれに与えられているんだが、強力な破壊力を持つ反面、武器を失うと戦闘力が大幅に弱体化してしまうという弱点もあるんだ。一長一短があるってことね。そんなパラサイトがまとっているのがクロノテクターだ。強度に関しては、セイントセイヤシリーズに登場した防具の中でもかなり頑丈な方で、最下級の3級のクロノテクターでも、セブンセンシズ級の攻撃をまともに食らっても、ひびが入るぐらいでなかなか破損しない程度なんだぞ。3級でそれなら、上位はもっともっと強いってことね。2級まではゴールドセイントがちょっと気合を入れれば簡単に破損する程度だ。1級は、ゴールドセイントの全力攻撃でもわずかな破損しか与えられないほど頑丈なんだぜ。謎が多い存在だけど硬さについてはわかりやすく設定されているね。オリンポス12神カムイ。セイントセイヤシリーズの至高の存在で、最も強力な神々、オリンポス12神。聖堂白金黄金の全てを超えたクロス、選ばれた神々の鎧カムイをまとう。神様だもんね。セイントセイヤシリーズの最強集団だわ。天帝ゼウスを筆頭にする神々の集団で、海王ポセイドン、冥王ハーデスは、ゼウスに次ぐ存在なんだ。やっぱりゼウスが最強なのね。そうだな。セイントセイヤでは、ゼウスの娘である地上の女神アテナの姉で月の女神アルテミス、アテナの兄で太陽の神アポロンの存在が明らかになっているんだ。他の神はどうなっているの？セイントセイヤ大全によると、ヘラ、デメテル、アフロディーテ、ヘファイストス、ヘルメス、ヘスティアの名が記載されているな。これから、色々な作品で明らかになるかもね。その時には、謎に包まれている、カムイについても色々と語られるかもな。だね。今回の解説では敵味方合わせて作中で登場する勢力から彼らのまとうものについて解説した。他にもナワル、ギャラクシー、オーブ、アーマーなど数多くが存在するぞ。今後もまだまだ増えていきそうだね。ああ、セイントセイヤ自体が終わらないコンテンツとして生き続けているからな。間違いなく増えていくだろう。その時はあまりインフレしないように説明できるようにはしてほしいね。まあな、どうしても強大な敵を描こうとすると仕方がない部分もある。では、ご視聴ありがとうございました。